皆さんこんにちは。背景イラストレーターのありです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って、背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、前回から引き続きですね、エフェクトの描き方の光編をやっていきたいと思います。なかなかですね、光のエフェクトっていうのもね、面白い、ふわーっと明るい感じのね、面白いのが描けますので、ぜひ最後まで見てですね、光のエフェクトを描いてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、エフェクトの簡単な描き方、光エフェクト編になります。今回、光エフェクトで気をつけたいことというか、ポイントですね、としてはですね、光ってるね、エフェクトなので発光する光を表現してあげましょう。でもこれ当たり前なんですけど、このね、光ってるもの、発光してる感じっていうのを表現してあげたい。じゃあどうするのかっていうと、色プラス明るい色を置くとですね、発光してる感じっていうのがなんとなく出てきます。で、この色っていうのはこの一番後ろに置いてあるようなちょっと茶色い感じのくすんだオレンジみたいなね。こんな色を置いて、その上にですね、その色の明るい色、今回ちょっと白とか、その周りにですね、少し明るいオレンジを置いてるんですが、そういう明るい色を入れることでですね、要は光ってるように見える。暗いのと明るいのがあることで、コントラストでですね、より光って見えますので、この明るい発光する色を置く場合はですね、わざとですね、発光してない、発光させるための色っていうのを置くと目立ってですね、いい感じになりますので、そういうイメージですね、ちょっと描いていくといい感じになるかなと思います。で、次はですね、光のライン、線ですね。で、動きを作ってあげましょう。発光するのもですね、横にファーって広がったりとか、十字にね、シャキンとなったりとか、周りに集中線みたいにビカビカビカって光ってたりとか、いろいろ光の輝き方のラインですね。これで光のエフェクトの動きというのを作ることができますので、どういう風な光のラインとか、どういう風な動きをね、エフェクトにさせたいのかっていうのをちょっと考えてですね、動きっていうのを作ってあげましょう。今回こういうね、十字とか横にね、フィャフィャって伸びてるような感じとか、こういうわかりやすいやつをね、まずやってみるのがいいのかなと思いますので、こういうのをちょっとね、書いていきます。で、最後に光の色で属性を表現することができます。光属性なんじゃないんかっていうね、イメージなんですが、光でもちょっと緑に発光した感じの光ってるイメージですね。イメージで言うとボーンって光るような剣がありますよね。そういう剣も色がいろいろあると思いますが、で、あれも光の剣なんで、ああいうイメージで属性みたいなね、イメージを表現できるかなと思います。結構色違いでかっこいいんでね。光の色だから黄色ってわけじゃなくて、いろんな光の色でね、表現できるんだよっていうのを覚えておくといいかもしれません。こんな感じで、もう本当に色プラス明るい色を置くとですね、全部光って見えますので、その辺の修正をですね、使っていきましょう。というわけでですね、この辺を意識しながら実際描いていこうと思います。はい。まずですね、書き方としては、今回ボケブラシ。前回闇エフェクトの時と一緒ですね。プロクリエイトで言うとエアブラシのソフトブラシ。いろんなお絵描きソフトでね、こういうソフト円ブラシっていうちょっとボケ味のある、ボケた感じのブラシがあると思いますので、それを使っていくと簡単に描けるかなと思います。でですね、暗めの背景。こっちは白地に描いてるんですが、やっぱり光らせるにはですね、暗いところで光らせるのが一番いいので、まず暗めの背景を引いてあげましょう。真っ黒でもいいんですけど、ちょっとね、グラデーションとか入れるといいですね。暗めの背景にボケブラシ。で、自分の光らせたい色の基本色を描いてあげましょう。今回はね、ちょっとオレンジっぽい色を光らせたいので、まずこういう基本色を描いていきます。さあ、この基本色をかけた後ですね、このかけた後に、次にこの基本色、このオレンジのボールをですね、こういう感じで横に指先ツールで横に動かしてですね、光の動きを作っていきましょう。これがさっき言ったここの光のラインですね。ここをどういう感じにするのか。今回はこういう感じで二重に光ってる感じにね、ちょっと変な感じにしますが、こんな感じのね、イメージにしますが、これが十字とかでもね、8本足があるやつでも全然大丈夫です。何でもいいので、自分でどんな感じでパーって光るのかっていうね、イメージを作って、それで合わせたようなブラシ、指先で伸ばしてあげましょう。で、光の動きを作ってあげましたら、ここまでいったらね、ほぼ終わりです。もう動きまで作ったらね、あとはこれをね、光らせるだけなんで、光らせるにはどうするかというと、次指先する光の動きを作るって、もう急に出来上がっちゃいましたが、これですね、先ほどこの上の方で作ったこのレイヤーですね。このレイヤーにですね、レイヤー1個足してあげまして、1個プラスしてあげて、レイヤーのモードをですね、追加、プロクリエイトだと追加にしてあげます。で、他の
ソフトの場合は、大焼きカラーとかですね。そんな感じのあと発光とか光る感じですね。光る感じの色を入れて、これでより明るい色でですね、こうやって置いてあげますと、こうやって光ります。これで光ったね、こんな感じで。こういう感じで光らした後に一緒ですね。あとは指先でこの光ったやつをこうやって伸ばしていくと。最初のラインと同じような感じで伸ばしていってあげると、もう発光してる感ありませんかね。かなりいい感じ。で、さらにここに追加で、さらに白っぽい色をね、こうやって追加して、ちょんちょんちょんと上に足していってあげたりすると、さらに光ってる感じが出るよというような感じで、まず色を置いて、色の光の動きを作ってあげる。後に、その上にですね、光らせたい色、白系の明るい色ですね。追加で今回浮きましたけど、追加じゃなくてもですね、普通にそれより明るい色を置いてあげるといい感じになるかと思いますので、例えば黄色の明るいやつと、さらにその上に白の明るいやつですね。そういうのを乗せて、それを同じ感じで指先で動きを作ってあげましょう。で、もう一個、さらにですね、この背景。今黒いところ、黒い背景にですね、やっぱりファッと光るので、この後ろにですね、少し明るい色を入れてあげると、今入りましたね。今こんな感じだったのが、こんな感じでね、明るい色が少し入ると、雰囲気がパーってね、爆発してる感じとかがよく出ますので、背景にも少し薄い色でいいので、明かりをですね、足してあげると、よりいい感じになるかと思います。こんな感じでですね、たったの3ステップになりましたが、で、光を作ることができました。まず暗めの背景にボケブラシで基本的な形を置いてあげます。基本色ですね。次に指先ツールでその光の動きっていうのをね、作ってあげましょう。で、さらにその作ったレイヤーの上に発光する色を置いてあげて、それも同じように指先で伸ばしてあげると、こんな感じに光ったようなエフェクトを作ることができます。なのでですね、かなりステップ的には簡単かと思います。これを使ってですね、いろんなラインとかね、そういうのもラインを作った後に同じラインを光らせて、書いてあげたりするといい感じになるかと思います。で、さらにですね、ちょっと裏技的な感じ、裏技というか、もうちょっと楽する方法があるんですが、プロクリエイトの場合なんですが、はですね、かなり便利なブラシがあります。もう簡単にこんな感じのね、ブラシが描けるものがありますので、ちょっと紹介しておきますね。まずこのブラシのですね、抽象というところの、この波形。これですね、こんな感じ。で、キラーンって光ったのがね、もう描けたりします。ちょっと暗いラインを入れましょうかね。この波形だと、こんな感じでね、光ったラインが描くことができます。で、あとは、ね、エレメントの炎ってやつもあって、ここにあるエレメントですね。これの炎。これもですね、こんな感じで、もう発光する感じ。もうこれとかね、炎っぽいのがもう簡単に描けるんで、前回とかね、炎とか闇のエフェクトを説明してるんですが、このブラシでもね、一発 OK になる可能性がありますね。こんな感じの炎のエフェクトのブラシだったり、あとは輝度っていうブラシがあるんですが、これはもう全体的にね、見てください。これ簡単に上で描いてるのがね、できるっていうね、こういうブラシもありますので、この辺はですね、ただ簡単なんですが、自分の望んだ形っていうのが出しづらかったりしますので、やはりですね、自分で描けるようになっていることに越したことはないんですね。ぜひまず自分で描いて、その後にこういうブラシをですね、うまく使ってみると面白いかな。よりうまく使えるかなと思いますので、ぜひですね、まず自分で描いた後に、こういうブラシも活用してみてください。で、こういうようなですね、光の発光する表現とかを使ってあげると、一番最初に写してたようなイラスト、こういうようなですね、もうだんだんね、わけわからなくなってますが、これ実は剣なんですね。剣が光ってて、剣の先からファーっと光が集まっているような感じ。こういうイラストを描くことができたりしますので、ぜひですね、今回のエフェクトの描き方見ながら、いろんな自分のエフェクトを入れたいやつにですね、かっこいい光のエフェクトを追加してみてください。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベル押していただけると嬉しいです。ウェブサイトをやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。また SNS やっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラストの販売等もしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。メンバーシップも募集しておりますので、下のメンバーシップのボタンからですね、内容を確認していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。